どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水槽は何個持っていますか？アクアリウムをする上で水槽の数は重要で、数が多ければ多いほど選択の幅が広がります。生態を入れるにしても混泳のリスクがありますし、単独で飼育できるならそれに越したことはありません。いろいろな生態を飼育したい場合、その生態の数に比例して水槽も増やしていかないといけませんよね。ただ、そうは言っても無限に水槽を置くことは不可能です。これは全アクアリストの悩みだと思います。しかし、そんな悩みを完全に吹っ飛ばしてくれる製品があるんです。手軽に水槽容量を増やしてくれて、稚魚の育成から隔離まで幅広く活用できる夢のようなアイテムなんですが、それは何なのかというと、サテライトです。こちらは皆さんご存知の隔離ボックスで、多くのアクアリストに愛されています。このサテライトの一番の特徴は、従来の水槽内に設置する隔離ボックスと違い、水槽の縁にかけ、ボックス分の水量をそのままプラスすることができることです。水槽内に入れる方式の隔離ボックスは、大きければ大きいほど水槽自体を圧迫しますし、どうしても水流が滞りがちです。しかし、サテライトはエアリフト方式で水を隔離ボックスに送ることで、酸素がしっかり行き届いた水が十分に流れるようになっています。おまけに、飼育水を共有するということは、ろ過も本水槽依存なので、サテライトのサイズに関係なく、水槽がしっかり立ち上がっていれば、多数の生態も入れることが可能です。実質、水槽1個をろ過槽にしている外掛け小型水槽のようなものです。製品によっていろいろ差はありますが、個人的には隔離ボックスで一番使いやすいのはサテライトだと思っています。ただ、そんなサテライト、結構いろんなバリエーションが販売されているため、どれを買っていいか迷っちゃいます。最初に購入する方はどうしてもスタンダードなサテライトを選びがちですが、使用用途によってベストなサテライトは変わってきます。というわけで今回は皆さん大好きサテライトを全種類購入して徹底的に分析し、用途別におすすめするサテライトを紐解いていこうと思います。これを見れば自分がどのサテライトを買えばいいのか簡単にわかるので、ぜひ最後まで見てやってください。いつものように詳細に比較検証していますので参考になること間違いなしです。ちなみに今回紹介するサテライトシリーズのすべては概要欄に製品リンクを貼っているので、自分の用途に合ったサテライトを見つけたらそこからページに飛んでみてください。というわけで早速一つ目のサテライトを紹介していきます。それがこちら、サテライトです。価格はチャーム本店で1050円。こちらは名前の通り一番標準的なサテライトになっています。とりあえず買うならこれって感じの製品ですね。付属品は蓋と水平にするためのパーツ、産卵用の V 字パーツにエアリフトをするためのパイプ、そして流量を調整するバルブがあります。こちらに関しては実際に使用しているものなんでくすんでいますが、新品はしっかり透明です。排水部にはスリットパーツがついています。後ほど紹介しますが、こちらはもう一つ網目の洗い物が付属しています。ボックスのサイズは横16センチ、縦9センチ、高さ12センチです。ちなみにこの高さはすべてのサテライトが共通しています。ボックスの水量は 1.2 リットルと標準サイズではありますがしっかり確保されています。エアリフトの突出口は丸い穴になっており、用途によって向きを調整することが可能です。パイプパーツは取り外しが可能で、長さも無段階で調整が可能。最大21センチ程度、最小15センチ程度となっています。体感的にパイプを伸ばしておいた方がパワフルにエアリフトしてくれる気がするので、伸ばせるなら伸ばしておいた方がいいと思います。取り付け方法は切り欠きにパイプを差し込み、エアチューブを隣のホルダー部分に入れ込むだけです。ここからエアーが送られ、最終的に泡とともに水がボックス内に流れるわけですね。もちろんエアーを送るにはエアーポンプが必要なので、お家にある適当なエアーポンプを取り付けましょう。弱いポンプでも十分エアリフトしてくれるので安心してください。
そしてエアーチューブの先端に流量調整バルブを入れ込みます。これはあまり回しすぎると取れるので気をつけてください。最後に水平調整パーツを取り付ければ完成。調整は無段階で行うことができますが、しっかり水平が取れるよう水槽の圧に合わせてセッティングしましょう。グッピーなどの産卵用隔離ボックスとして使用する場合は、付属の V 字パーツをボックス内に入れましょう。こうすることで生まれた稚魚が V 字パーツの溝に滑り落ち、親魚の食害から防げるようになっています。実際にグッピーに使用した経験が何度もありますが、勝手に下に落ちてくれるため、親からの食害はほぼありませんでした。このように水はある程度長さが取られているので、下に落ちた稚魚が間違って上の層に出ていくことはありません。続いて紹介するサテライトはこちら。サテライト L です。価格はチャーム本店で1850円。こちらはサテライトシリーズで一番大きいサイズとなっています。地味に一番愛用しているサテライトですね。開封すると新品なので先ほどと違いピッカピカです。プラスチック製品はメラミンスポンジでこすると先ほどのサテライトのようにくすんでしまうので注意してください。ボックスのサイズは横26センチ、縦9センチ、高さ12センチとなっています。単純に標準サテライトと横幅以外は同じですね。ボックス内の水量は2リットルと、ちょっとした小型水槽くらいあります。なので、このサテライト L はガラス厚5ミリ以上あるフレームレス水槽にしか取り付けられません。それ以下になると強度的に危ないので、だいたい30センチキューブ水槽からがボーダーになってきます。ちなみにフレーム水槽の場合はフレーム幅 4.7 センチ未満のものに取り付けが可能です。こちらには蓋に留め具がついており、不意に蓋が外れ生体が飛び出すことをしっかり防いでくれます。付属品には先ほどお見せしたエアリフト用のパイプがあるんですが、こちらは通常のサテライトと互換性がなく若干大きいです。最大23センチ程度、最小16センチ程度になっていて、切り欠き部分の差し込み口と突出部の長さが違います。どちらのパイプも取り付けることはできないので注意してください。そして排水部のスリットパーツは2つついており、先ほどお見せした細かいものと粗いものがあります。これは全サテライト共通で付属している標準的なものになっているため、サイズに関係なく使用可能です。そして水平調整パーツが2個付属しており、形状は先ほどのものと異なっています。通常のサテライトは無段階調整ですが、こちらは多角形構造で細かな調整ができます。ただ、無段階のように取り付けたまま回して調整することができず、位置を変えるときは必ず一度取ってから調整しないといけないため、サテライト L に関しては、設置する前に設置場所の水槽に合わせたポジショニングをあらかじめ設定することをお勧めします。そして、サテライト L には仕切り板が2個付属しています。取り付け場所の切り欠きは中央部付近に3つあり、生体の量や種類によってセパレートの広さを変えることができます。取り付け方法としては、鍵詰め状になっている部分を奥側にして取り付けます。ここがしっかりはまっていないと生体の脱走につながるので注意。最大で3つのスペースを確保することができますが、このように左右の端が幅9センチあるのに対し、中央が7センチと若干小さくなる設計になっています。小さな違いですが、使ってると気になるところなので一応補足しておきます。そしてこのサテライト L にはフレームレス水槽に取り付けるためのパーツが付属しているので、忘れないようにつけておきましょう。あとは先ほどと同じ手順で取り付ければ完成です。ちなみにサテライトについていた産卵用 V 字パーツは付属しておらず、取り付けることもできないので、グッピーなどの産卵には使用することができません。続いて紹介するサテライトはこちら。サテライト S です。価格はチャーム本店で880円。こちらは通常のサテライトから幅を狭めたタイプのサテライトです。ボックスのサイズは横9センチ、縦9センチ、高さ12センチとなっており、水量は 0.7 リットルです。付属品は通常のサテライトと準拠しており、産卵用の V 字パーツも付属しています。
ただ、ここで注意点なんですが、横幅と縦幅が同じなので V 字パーツの向きを間違えやすいんですが、画像通りに入れないと抜けなくなるので気をつけてください。自分は間違えて回収不可能になるところでした。付属品のエアリフト用のパイプ、排水部のスリットパーツ、水平調整パーツなど、産卵用 V 字パーツ以外は通常のサテライトと同じため互換性があります。サイズが違うこと以外は標準サテライトと同じなので、幅が確保できなかったり、単純に産卵するためだけならこの S で十分です。見た目はこのように高さが一番長いので縦長になってます。続いて紹介するサテライトはこちら。サテライトスリム M です。価格はチャーム本店で1680円。こちらは先ほどの通常のサテライトシリーズと違い、縦の幅が狭くなっているタイプのものです。見た目はこの通り超スリムで、縦幅を取れない場合などに重宝します。ボックスのサイズは横21センチ、縦6センチ、高さ12センチとなっており、水量は1リットルです。M という名前に惑わされがちですが、横幅はサテライトとサテライト L の中間という立ち位置で、サテライトシリーズ2番目の横幅となっています。そして、このスリムシリーズには、今まで紹介したサテライトにはなかったパーツがいくつか付属しています。その一つ目が、こちらの仕切り板です。これはサテライト L と同じで、中央付近にある3つの切り欠きに合わせて取り付けるようになっています。最大3つの区画に分けられ、サテライト L とは違い、区画ごとの大きさの差はほぼありません。若干中央が狭い気はしますが誤差程度。そしてこの仕切りで一番違うところは、通水する部分がメッシュなところです。サテライト L の仕切り板の場合、グッピーの稚魚くらいの大きさだと余裕ですり抜けるため仕切りの意味がありません。超小型で細身なボララスブリジッタイなどの生態もすり抜ける可能性があるので、そういった危険性のある生態を分けてサテライト内に入れたい場合は、こちらのスリム M をおすすめします。そして排水部のスリットパーツは今までの2つの種類に加えて、このようなメッシュ素材のものが追加で付いています。これは排水部に取り付けることで小さい生態の流出を食い止めることができます。結構すぐに目詰まりするので頻繁に洗う必要があるんですが、メッシュ部分のパーツは標準で2個付いているためすぐに取り替えられて安心です。ちなみに仕切り板はこのように2つの出っ張りの間にはめ込むんですが、メッシュの場合は2つの出っ張りをまたぐ感じで取り付けてください。たまにこの間に設置する方がいるんですが、こうするとこのように巨大な隙間が空いてメッシュの意味がなくなるので注意です。このメッシュタイプの排水パーツは全てのサテライトに使用することができます。後の水平パーツとエアリフト用パイプに関してもサテライト S と互換性があるため使用可能です。最後に登場するサテライトはこちら。サテライトスリム S です。価格はチャーム本店で1300円。こちらはスリムシリーズの一番小さいタイプになっています。開けてみると今回紹介した中で一番小さいサイズのサテライトが出てきました。ボックスのサイズは横13センチ、縦6センチ、高さ12センチとなっており、水量は 0.6 リットルです。付属品は先ほどのサテライトスリム M とほぼ一緒で、エアリフト用パイプ、水平調整パーツ、排水用スリットパーツなどが入っており、サテライト L 以外には全て互換性のあるものです。もちろんこちらにも排水用のメッシュパーツが付属しているので、小型の生態がいても安心です。ちなみに仕切り板はサテライトスリム M 同様、メッシュ仕様になっており、全く同じものが使われています。ただ、仕切り板は1つしかなく、分ける切り欠きも中央に1つしかないので注意が必要です。というわけで、サテライトシリーズ3つ、サテライトスリムシリーズ2つの計5個、すべてのサテライトを開封していったんですが、続いては実際のサイズ感を見ていきたいと思います。5つすべて並べた映像がこちら。何度もお話ししていますが、サテライトシリーズは3つとも縦幅が同じで、横幅のみが変わっています。これはサテライトスリムシリーズも同様で、横幅のみの違いです。そして、すべてのサテライトに共通していることは、
高さが同じことです。すべて12センチの高さになっているので、並べた時に統一感があります。また、適合水槽はサテライト L 以外はすべてフレームレス水槽でガラス厚 5mm 以上、フレーム水槽でフレーム幅 2.6 センチ未満のものとなっています。サテライトとサテライトスリムを横から見た映像がこちら。実際にこうやって見てみると、数値以上に縦幅の違いが感じられますね。スリムの場合は限られた設置場所にも柔軟に対応できそうです。続いて30センチキューブ水槽に取り付けたサイズ感を見てみます。まずは標準サテライトから。さすがに存在感ありますね。ただ横幅のゆとりがあるので設置場所の融通は効きます。続いてサテライト L。これはもう完全にギリギリです。26センチと30センチキューブより4センチ短いんですが、ガラス圧の関係上、30センチ水槽の内寸は29センチになるため、ほぼほぼジャストフィットなサイズ感となります。続いてはサテライト S。これは超コンパクトですね。横幅が一番狭いため、正面から見るとだいぶ存在感が薄れます。続いてはサテライトスリム M。こちらは横幅が2番目に長いため、30センチキューブ水槽だとでかく感じますね。ただ、縦幅が狭くせり出している感じがしないため、圧迫感はそこまでないです。最後に、サテライトスリム S。横幅がサテライト S よりも長いため、正面から見た印象はどちらかといえば標準のサテライトに似ています。すべてのサテライトを30センチキューブに取り付けた映像がこちら。こうやって見ると、いかにサテライトシリーズが前にせり出しているかがわかりますね。サテライト L はもはや小さな水槽がぶら下がっているのと同じ感覚です。続いては、実際にサテライト内に生体を入れてサイズ感がどれくらいかを見てみます。検証に使用するのはカージナルテトラの制御5匹です。まずは標準サテライトから。5匹だとだいぶ余裕がありますね。これくらいのサイズだと10匹程度なら広さ的にも余裕で入れられそうです。続いてサテライト L。さすがは最大サイズのサテライト。5匹だと若干寂しさを覚える程度には広いです。この大きさであれば水槽内のろ過さえしっかりしていれば20匹は入れられます。続いてはサテライト S。これはちょっと圧迫感がありますね。横幅が一番狭いので、遊泳スペースとしては狭苦しさを感じます。3から4センチの生体を入れる場合は、標準のサテライトくらいの大きさが必要そうです。続いて、サテライトスリム M。こちらは割と余裕がある感じがします。水量的には標準のサテライトには劣りますが、横幅が広いため、泳ぐスペースにはゆとりがあります。なので、こちらも10匹程度なら余裕で泳がすことができそうです。最後に、サテライトスリム S。こちらはサテライト S より幅は広いですが、どうしても縦幅がないので窮屈感があります。ギリギリ5匹入れられるかなといった印象ですね。というわけで、すべてのサテライトを細かく見ていったんですが、結局どのサテライトを選べばいいのというのを詳しく解説していきます。あくまで自分の考えなんで参考程度にお願いします。まず、標準のサテライトの場合は、グッピーなどの産卵時、できるだけ多く稚魚を残したい場合に使用することができます。価格的にはサテライト S の方が安く、購入はしやすいですが、こちらの方がその後の管理や別の生態を隔離するときにも使えるのでおすすめです。しかし、その場合、付属の排水用スリットパーツだと、稚魚がすり抜けて本水槽の方に流れてしまいます。こうなると水槽内の親具に食べられる可能性があるので、そういった場合はスリムシリーズに付属しているメッシュパーツが必要です。ただ、そのメッシュパーツのためにスリムを買うのはもったいないですよね。そこで登場するのがこちら。サテライトグレードアップセット2です。価格はチャーム本店で345円。こちらはスペアのネットもついているスリムシリーズについているものと全く同じパーツです。これをつけることで稚魚の流出が抑えられるので、親魚を水槽に戻した後にサテライトで引き続き稚魚を育成することができます。また、グレートアップセット2ということは1もあるわけなんですが、1の方はこちら。
エアリフト用のパイプの先端に取り付けて使用するパーツで、エアーストーンが内蔵されているため、細かいエアーが出ます。こうすることでエアリフト能力が上がって安定した流量が確保できるというわけです。ただ、個人的にはそこまで恩恵を感じることができなかったのであまり使用していません。価格はチャーム本店で378円。このようにサテライトシリーズはいろんな周辺パーツが揃っており、蓋やパイプなど単品で購入することができるので、何か一つのパーツをなくした時も安心です。必要なパーツだけ無駄なく揃えることができるのもサテライトのいいところだと思います。ということで、標準サテライトは出産時の稚魚採取ができ、ある程度の水量があるため、小型魚の隔離にも使うことはできますが、稚魚や超小型魚を飼う場合は、流出防止にアップグレードセットが必要になります。汎用性の塊な商品で、サテライトシリーズでも一番コスパがいいと思います。オールラウンドに使いたい方は迷わずこちらを購入しましょう。続いてサテライト L。こちらは V 字パーツがないため産卵用隔離ボックスには使用できませんが、2リットルという小型水槽並みの大容量で生態を管理することができます。また仕切りに関しても2個ついており、3つに分割することができるので、数種類の生態をゆとりあるスペースで分けて隔離したい場合はこれ一択です。ただ、大きすぎるがゆえに適合水槽が他のサテライトより基準が厳しかったり、他のパーツ類の互換性が薄いのは気になるところ。そして、仕切り板は稚魚サイズの生態はすり抜けるため意味がないです。1センチ前後の小型生態を扱う場合には不向きなので、その場合はスリムシリーズにしましょう。個人的には大容量というメリットが大きいため、一番使っているサテライトなんですが、1850円とサテライト内で一番高額なことも考慮する必要があります。ということで、サテライト L は稚魚の隔離はできず仕切りもすり抜けてしまうが、圧倒的なスペースによって標準的な小型魚をある程度の量飼育することができるので、水槽内の生態を一時避難させるためのシェルターとしても運用が可能です。予算やパーツの互換性は気にせず、キャパシティを求めている方はこちらを購入しましょう。続いてサテライト S。こちらは産卵用の V 字パーツがついているので、産卵用隔離ボックスとしての運用が可能です。ただ、先述した通り、グッピーの稚魚を育成する場合は、排水用メッシュパーツが必要になるため、別途料金がかかります。しかし、それでも標準サテライトよりは安いので、産卵の用途でしか使用しない場合は有用です。また、餌付けができていない稚魚などは、スペースが広すぎると餌が見つけられず、餌付けしづらいイメージがあるので、狭いところで餌を認識させるために使用したりすることも可能だと思います。それ以外の用途では正直手狭になるので、別のサテライトが候補に入ってきます。ということで、サテライト S は予算を最小限に抑えつつ、餌付け用、産卵隔離ボックス用という限られた用途でしか使用しない方におすすめです。サテライトシリーズで一番横幅が狭いので、幅に制限のある場合はこちらを購入しましょう。続いてはサテライトスリム M。こちらは横幅が2番目に長く、遊泳スペースもしっかり確保しつつ、仕切り板と排水用パーツがメッシュになっているため、稚魚の育成もこれだけで完結することができます。仕切り板も2つあり、3つの区画に分けることができるため、稚魚サイズの小さな生態も逃さない、サテライト L の小さいバージョンと言えます。ただし、産卵用隔離パーツがないため、稚魚を多く取るという使用方法はできません。それ以外は付属パーツも豊富で使い勝手も良く、縦幅が短い分圧迫感もないため、価格を度外視すれば標準サテライトよりおすすめです。というわけで、小さい生態を複数種類飼育したい場合や、サテライト L では大きすぎるけど3つの区画に分けたいという方は、サテライトスリム M を購入しましょう。最後にサテライトスリム S。こちらはサテライトスリム M の小型バージョンで、それ以外の差異はありません。価格が380円安く、仕切りが1つしかないため、2区画になるということを考えると、一長一短ある製品です。というわけで、稚魚は育成したいけど、そんなに大きいサテライトはいらない場合や、幅の制限があって、サテライトスリム M が置けない方はこちらを購入しましょう。というわけでいかがだったでしょうか。
製品徹底解説シリーズは動画の尺が長くなってしまい申し訳ないです。特に全部買ってみた系は作る労力も結構かかるのでなかなか動画にはできませんが、その分気合を入れて作っているので最後まで見ていただけて感謝です。サテライトは本当に自分が愛用している製品の一つで、魅力を嫌というほど語りたいということもあったので動画で紹介できてよかったです。台本書くだけでだいぶ時間がかかったんでしっかり魅力を伝えられたと思います。ちなみにサテライトはエアリフト方式を採用しているため、サテライト内の溶存酸素量はしっかり確保できます。なので過密でも余裕で飼育できるのがいいところ。ただずっと中に入れているとそれはそれでいろいろ思うことがある人もいる気がするので、自分の基準でそこは判断しつつ運用していってください。サテライト内で過密でも飼育自体は問題なくできることは今までの経験で実証済みです。この動画をここまで見ていただけた方なら完全にサテライトの使用についてマスターできたと思うので、自分はこれってのが見つかったらぜひ概要欄の製品リンクから購入してみてください。これからもこういったお役立ち情報を発信していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。